そもそも教育変えなあかんなって感じですよね。この前ニュースで見て衝撃的やったのが、柔道の全国大会を全て廃止するみたいな。なんで？これなんでかっていうと、優勝した人だけにフィーチャーされて、後の敗者が生まれるからやめますみたいな。ほんで小学生の全国大会もうなくなったんですよ。運動会でも順位をつけない学校があるって聞きますね。四半世紀くらい前に成長止まる時にさ、とあるアイドルグループがさ、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンみたいな、有名すぎて分かるよ分かっちゃうかもしれないけど、それが世界中、日本中をで流行った時に俺は感じたの。このままじゃやばいんじゃないか、俺らやっぱナンバーワン目指さなきゃいけないと。まずナンバーワンを目指す過程の中で自分のオンリーワンを見つけるんですよ。この風潮が例えば甲子園廃止とかになっていったら、何かしらトップを目指して頑張るっていう経験がなくなるじゃないですか。これこそ辛いことに耐えるっていうことをなくしていく原因なんで、確かに Z 世代すぐ辞める人多いんですよね。うちの会社でもそうですし。人間なんておぎゃーっと生まれる前からこうやって競争してさ、できてるわけでしょ、もう競争できるんですよ。で競争していくと自分のいいところ、苦手なとこ、強いとこ、弱いところとか分かる。競争しないと分かんないから。競争した上で、あ、俺はここで人に貢献できんな、社会に貢献できんなって言って、そっからオンリーワンになってくれてもいいよ。今 Z 世代とかもてはやされていて、新しい世代になった時に、きっとその子たちは Z 世代のことをおっさんたちがふ抜けてたから国が終わったって絶対言ってると思います。いいこと言うね。上の世代がちゃんと結果残していないから、そうそう、それはそう。ね、景気が悪いって部分は。それはもう俺ら以上上は全部土下座。もうできなかったと。こんな素直に認めていただけるとちょっと、でも俺その中で俺はとんがって何兆円と売り上げやったからね、合計で。ナンバーワンになってからオンリーワンもゼロから作って。僕らの世代はさ、上の世代の尻拭いをさせられてるっていうのもあるんで、頑張るに頑張らないと。それは多責すぎやけどな。客観的な話として、なんかそういう例えば歌が流行りました。でもう会社ほとんどが昭和的な働き方をしますってなった時に、日本はこう例えば GDP みたいな文脈でナンバーワンになれるっていうビジョンが見えてるからそういうお話をされてるってことなのか。いや僕もし Z 世代がガンガン鉢巻きして「よ」ってやりだしたらもう準備する。こいつらに任せれんな。でもやしだと100歳ぐらいまでやらないとなと。自分が頑張らないと任せられない。だからもしかしたら昭和を戦った俺より上の人たちは心配なのかもしれない。実際数字残したいい例が山本社長なんですけど、クソみたいな上司って多くないですか？多い。逆になんか20代に媚び言ってくるような、いやお前の面倒よく見てるから、めっちゃわかる。わかるわかる。そういうおっさんなのはすごい嫌で、とかそういう人に、飲みに誘われて行くとかだったらいいんですよ。誰でも行くわ、それ。夢中で誰でも行くな。そこは今多いですよね。この給料が発生しますか、飲み会でも。業務時間外ですけど、これ行かなきゃいけないんですよね。お金払ってもらえますかっていう。魅力がないんだよ、上司にね。いや、それほんまそう。そういう会社辞めちゃえ。で、若者でいい会社作って、ブラックにやったらいいと思うよ。人間関係の構築ができてない以上みたいな話なんじゃないかなと思って。ビビってんだよね。人間構築をするためのノミニケーションの場にはそもそも行きたくないんですか？それが自分のためになるんだったらいいんですよ。尊敬できる先輩上司だったらいいんですけど、大体しょうもないんで。会社っていくらでも選べる中で、そのしょうもない会社を選んで入ったのはあなただから。そんなしょうもない環境を続けたくないんで、業務が終わった後も。自分に自信ないだけじゃん。自分を変えたくないだけじゃないのそれ。でも今の350万っていうところにしがみつくのと自分を変えるっていうところを天秤にかけた時にとどまっちゃってるだけでしょ。リスクでもあると思ってます。いい会社引くのと悪い会社引くのだったら、悪い会社の確率の方が高い。そんなやつが文句言うなって。それで例えば勝負かけて転職しました。その先でしょうもないやったら、ある程度最初のうちに文句言ってるやつやったら僕はいいと思うんです。一歩飛び出て成功するパターンの方が少ないと思ってるんで。高田さん的にはコスト効率考えると今が一番いいっていうことですか？そうですね、タイパという。ちょっと待って。どっかの会社に勤務してサラリーマンやるのがスタンダードで、俺みたいに起業したりするのが一歩飛び出るじゃなくて、もともと人間も動物も縄文時代とかから考えてみ、全員起業してんだよ。全員独立してんの。で、お前らが一歩飛び出て会社員っていう箱に入っちゃってんだよ。もともとギャーッとまでの時独立できたのに、わざわざその
つまんねえ尊敬できない上司のいる箱に入るのかが俺分かんない。成功してるかしてないかが大切な風に見えてくるんですよね。成功なんかね、俺してないかもしれない。成功してるって言ったやつから大体負けるから、俺は多分成功って言葉はあんまり自分に使ったことはない。ずっと挑戦してることが楽しいし、SNS の媒体たくさんあって、昔は情報が少ないから一発起用してやるみたいな山本社長みたいな人がいるんですけど、今そういう人が多すぎて逆に一歩引いてしまうっていう現状でもあるとは思うんですよ。成功している人が SNS でたくさん出てきているから、そういう人にはなりたいけれども、もしかしたらなれないかもしれないっていう不安がもありますね。情報が取捨選択とか、そういうのって仕事ができないことから目を背けて言い訳がましいだけじゃないですか。でも若い世代は情報量が多い世代ですから、取捨選択はね、奥山さん必要なことですよね。それだけ平和だってことだと思うんですよね。それでもこうコスト効率よく生きていく道を選んでるっていうだけだと思うので、先ほどのなんか縄文時代はこう全員独立していた、それ危険だからそうせざるを得なかった。今はそうせざるを得ない状況じゃないから、まあここでいいよねっていうところだと思うので、そこから引っ張りたい人は引っ張ればいいし、そこにいる人はまあいたままでもまあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。成功っていう言葉を使ってたけど、漠然とした成功なんかないから、これをやりたいとか、これを頑張ってやってたことが成功するんだから、その成功してる人だけを見て成功してていいなって、何も始めてなかったら成功もクソもなくて、私の人よりも情報のおかげで自分の将来が可視化できるようになったんで、できるか行動してないって分かる？20年後どうなってるかって5年先も分かんない。だからこそ動かないで今ここにいるのが、まあ、リスクヘッジ的に考えてもいいの。それは絶対に成功はしない。何もしてないんだか動いたからといってもら。いや、いいんです。僕は成功する気はないです。ここで安定、まあ低いなりに安定していたいんですっていうなら、まあそういう生き方もありなんじゃないと思うけど、でも成功もしたいって思ってるんだったら絶対に違う。それは戻っちゃうんですけど、働いた半分も税金社会保障に引かれるような中で、全然俺節税したことないもん。全部持ってけ。もったいない。山口さんと同じ意見になってもったいないなっていうのと、社長がめちゃくちゃ稼いでるから。いやそうじゃない。基本面倒くせえ大の男があるんだ。ちょっとしか稼いでない落ちてる中から半分持ってかれるからしんどいわけじゃん。半分持ってかれても全然余るわっていうぐらい稼いでたらいいんですよ。理想ではあるんですけど、やっぱそこにたどり着くのって一部の人じゃないですか。ラッパーいろんな人目指したけど、挫折したラッパーさんとかもいるわけであって、やめるから。続けてったからって絶対に成功に近いそんなやつ挑戦せんかったらいいやん。マジ別に何かになりたくてやってるっていうか、その続けてることが目的だからさ。で続けてるからだんだんそれに見合った風になっていくわけで、社長はまだ成功してるって言ってない途中じゃん。やってることに評価が追いついてるだけの状態だから。俺はもう16歳ぐらいから誰の支配も受けず自分でやりたいことやって生きてる。楽しいから。君は安全を求めるてつまんなそうに生きてる。昔の人がなりふりそうやって構わずできたのは情報が少なかったからだなって。逆じゃん。情報ありふれてるから今の方が近道しやすくない？地図を持って旅した方が分かるやん、どこ行けばいいかって。でも昔の人は情報ないから、電話もない、そう Google だからマップもない、地図もない状態でどっか行くわけよ。どうやってたの？テレパシーみたいな。テレパシ多ー分その時代は俺の大好きな子は今信じらんないあそこあの辺にいそうだなって言って、携帯なかった時代どうやって仕事してたのか。だから本当テレパシーみたいなものと暗記も友達100人の番号を覚えてました。仕事ではやっぱり成功しなかった人も多かったわけじゃないですか。いや、だから成功失敗じゃないんだって。そんなの人類なんておぎゃーと生まれたらみんな挑戦するんだよ。挑戦してきたから今こんなエアコンがあったりさ、水が飲めたりするんじゃん。昔就職氷河期とかもあったわけじゃないですか。あったよ。その時刻を見てたらやっぱ地獄と思わない？楽しいじゃん別に。あなたはさ、やったことある？一応あります。ゲームじゃあずっと左走ってたらさ、敵がゼロだったら楽しい？穴がゼロ、山もゼロ、ずっと B ダッシュだけしたら向こうから迎えに来てくれたら楽しいか？いた方がちょっとは楽しい。少しずつ強い敵が現れるから楽しいんでしょ？はい。あなたは本当はそういうね、トラブルとかリスクとかを取りたい人間として生まれたんだ。でも就職氷河期においてはまずゲームがスイッチされてない、ゲームに入れないかボスしかいないんですよ。いやいや起業すりゃいいよ。自分で就職なんて俺考えたことないもん。本当ですか？就職は最後の手段だよ。
ボスばっかのとこに挑んでた人か、ゲームにそもそもログインできてない人かっていうのがその就職障害。俺は絶対その人間は生まれた瞬間独立してるんだよ。アダムとイブやり方が分かんないのに子供作ったんだよ。親もいない、教えてもらえる人もいない中で2人で知恵を出し合って進んでそうだ、今が人間ってそもそも本能的に起業なんかできんだよ。感じたこと、そしてお二人にメッセージなどあれば一言ずつおっしゃっていただきたいと思います。奥山さん。はい。結婚相談所へ通ってパートナーを探している状態なんですけども、年齢で20代の若い女の子で、無理無理無理。自分が求めるものに対して自分が圧倒的に低すぎるから、整髪量を変えるぐらいの頑張りは努力不足かなとはちょっと思いましたね。さっきから聞いてると何様だって感じですよね。今回の僕がもしプロデュースするんやったら1000万持ってきてください。私も持ってくるんですか？そうよ、もちろん。いや、出してください。こっち時間作っていくんだから、その時間のこっちのセリフじゃ時代背景とかに対してうまく最適化できるかどうかっていうところだけだと思うので、なんかそこ調整できたら、両者にとって明るく面白く生きていく道って全然あるなと思いますし、なんかそこまで難しいような課題にも見えなかったなっていう風なのがざっくりとした印象としてあります。はい。僕は逆にめちゃくちゃ根深い問題やなって今日改めて思いましたね。世代間ギャップってほんまに違う国の人とコミュニケーション取るぐらいむずいって思うんですよ。ってなった時に相手のことをどう理解するかっていう視点に立ってない2人やから一生平行線上におるだけであって、どんな人でもどんなものでもどんな事象全てにおいていいものいいことプラス面ってあるじゃないですか。高田さんは下山さんのどういうプラスがあるんだろうっていうのをちゃんと寄り添う関係だけでいけると思うけどな、僕は。だからちゃんと寄り添いましょう。はい、日本を終わらせるとかいうのはもう若者数少ないし、日本を終わらせる力なんて良くも悪くもなくて、終わらせるとしたらやっぱ老人が終わらせると思うんですよね。だからどっちかというと頑張らないといけないのは若い子よりも中年とか老人とかの方なんじゃないかなと俺は思います、ね。若いやつは勝手に頑張ると思うんです。人からの評価とかディスられるとか気にせず好きなことを思って好きなことをやればいいと思うんですよ。人間も多分本能的に起業したり自分のアイデアを持ったりする能力を持って生まれてるから、あの世代はこういうとかインターネットが超えてるとかこういう番組は何って関係なく、まず自分はどういう時に面白いんだ楽しいんだムカつくんだって気持ちを大事にしてやっていくと経済伸びると思うんですよ。もっとみんなもっと自由にやりましょう。自由にやって経済につながると。そうはい。信じられないのが、山本社長の働いてる人に僕のような若い世代ががむしゃらで働いてるっていうのは本当に信じられない。うちの TikTok 見て、うちの事務所来ていいよ、見てみる。でだいぶ興味あります。びっくりするよ、ほとんど山本社長がおっしゃってくださったので、こちらから言うことはないんですけど、Z 世代が自分で自分の可能性を奪ってしまっている。そういうことに気づいて、一緒にがむしゃらに成長していけたらいいなとは思いました。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。